自由度を上げるヒント、障害者の兄弟姉妹、兄弟児である私の経験と兄弟児が楽になるヒントをお伝えします。今回は影の薄い父のことをお伝えします。我が家はですね、母の気が強くて母の采配で家が回っていました。父は母の指示に従って行動する。父にできないことは私に回ってくる感じでしたね。父はデザインの仕事をしてましたが、バイトというか仕事を取ってきて家でも机に向かっていました。さらにカメラや絵を描くことで数日家にいないなんてこともありましたので、家事や子育ては言われなければ自分はやらないスタンスだったと思います。昭和の時代ですからそんなものだったと思います。夫も家事や子育てに参加するようにはなったけど、あくまでも妻の手伝いという感覚の家庭も多いと思います。ルールは家庭ごとに決めていいとは思うんですが、経験上やっぱり男性も家事や子育てに携わった方がいいんじゃないかな。母親が元気ならいいんです。でもいつまで続くかはわからない。病気も死別も離婚ということもあり得る。父親が何もできないと子供に負担がかかります。兄弟児が母親のポジションを担わなくてはなりません。母は肺にトラブルがあったので重労働は厳しい。父に積極的にやってほしいけどやってもらえない。それで本当にあの人はダメ、自分から動かないみたいなことをしょっちゅう言ってました。施設で他のお父さん方に会うと皆さん積極的に関わっているので比較もあったかもしれません。父は他のお父さん方より一回りは年上でしたし、肉体的なハンデがあるので仕方ないところもあるんですけどね。それにしても私のこともやらない、動かない、気が利かないと言ってましたから、うちの母ってつくづく自分だけがやってる認識だったんでしょうね。そんな感じでしたから、母の他界後、兄の帰省を父は自分が率先してやるっていう感覚がなかったと思います。今度は私がメインでやるって思ってたみたい。今でも忘れません。私がキッチンにいて、父に兄をトイレに連れて行ってほしいとお願いしました。父はずっと新聞を読んでいてやってなかった。それで兄が失敗してしまったことがありました。まあそれは掃除すれば済むことです。それはないんじゃないと思ったこと。それは私が夜お風呂に入れなかったことがあって、昼間に入ることにしたんですね。でその間兄を見ててねって言ったのに、お風呂から上がったら父は自分の部屋へ消えてたんですよ。そんな時に限っていつの間にか兄が一人で外に出てしまってました。兄は何かのきっかけがあった時に突発的な行動に出ます。行くところは限られていて、そこに行けばいるだろうっていうのは分かってたんですが、割とすぐ後を追っていったのにもう兄の姿が見えない。あれおかしいと思って別の道をチェックしたら、その先を歩いていて、この道に行かれたら探せなかったとヒヤリとしました。普段はまず歩かない方向でした。もうこれで先に行かれちゃったらもう警察のお世話になるしかなかったです。そんな時もね、父は家にいて私を待ってたんですよ。普通一緒に探さないですかね。なんで自分の子供なのにこんなに意識が薄いんだろう。ある時子供がいるっていいもんだよみたいなことを言ったことがあるので、唖然としてしまいました。でも私も自分を癒す過程で、私自身母に毒されていたなと気づいたんです。父はやらない人だ
という信念体系がインプットされていたので、父を信頼して任せられない。それから家事や兄へのケアも母レベルでやらなくてはいけないと思い込んでいたことに気づきました。これがあると自分も完璧を目指してしまって辛くなるし、父をジャッジしてしまいます。そこで自分に対しても母と同じレベルでやらなくてはという気持ちを捨てました。そうこうするうちにまた自分を試されるレッスンがやってきます。帰省日なのに私が具合が悪くなった時がありました。いや、帰省日だからこそ具合が悪くなったんでしょう。よくお腹が痛くなるとはお伝えしましたが、この時はもうどうしてもいけないくらい体調が悪かった。信頼しよう、任せようとは頭で思っていても、帰省を丸ごとはやはり心配でしたね。80歳を超えた足にハンデがある天然な父。父がやるミッションは、兄を迎えに行く、1泊2日を過ごす、兄を送っていくの3つ。賛否両論あるでしょうが、父は88歳までは運転してました。足が悪いので移動手段としては必要でしたし、基本遠出はしません。運転は割と慎重で、兄の送迎の心配はしてませんでした。問題は1泊2日の部分です。私はもう事故か死人が出るんじゃないかって思ってたんですよね。いやー、罪悪感を抱えながらこれから生きていくのかなと思いながら伏せってました。それで終わってみたらですね、父は送迎ができて1泊2日を過ごせてたんですよね。案外任せても平気でした。もしあなたのお父さんがあまりやらない人で、お母さんとあなたが兄弟姉妹の面倒を見ているとしたら、お父さんに役割を持ってもらった方がいいです。そのお父さんなりの精一杯でいいからやってもらうこと。あなたがお父さんの役割をやる限り、お父さんは何もやりません。うちは母が先に亡くなってますけど、これで父が先に亡くなっていたら、父親の役割を果たさなかったんじゃないかな。5年ほどではあったけど、父も兄のことをやることができたっていうのは、私は良かったと思っていて、亡くなる順番もうまくできてるんだなと思っています。あなたがお父さんの役割を担っていませんか？なぜあなたはそれをしているのでしょうか？本当にあなたがやるべきことでしょうか？お父さんにやってもらいたいと思えば、勇気を出して言ってみてください。お父さんがいらっしゃらない方は、今やっていることがどうしたら軽減されるのか、やらない方法はあるのか、考えてみてください。今回は以上です。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価お待ちしています。それでは次の動画でお会いしましょう。